はい、こんにちは、加藤です。今日も始まりましたミニアトリエの YouTube チャンネルなんですけれども、今日は私の高校時代からの友人で、中小の、作家活動をこれまでずっとされてきている田中幸雄さんの展覧会場に来てみました。実は今日これまだ展示を、かけたところで、実際に見れるのはもうちょっと後からなんですけれども、今日はね、彼にインタビューをしていきたいと思います。どうも久しぶりです。実際、どのくらいぶりだろう、2年ぶりくらいかな。2年ぶりかな。で、今日は田中君は見ての通り、抽象作品をずっと制作している、抽象画家というか作家なんですね。この YouTube のチャンネルでも、抽象画の見方がわからない。具象をある程度描けるようになってからじゃないと、抽象って無理でしょうかとか、そういった質問とか結構来てるんですね。そのあたりを、作者本人に突っ込んで聞いていきたいなと思います。まず、今回のこの作品、テーマは何でしょう？テーマは、鋭角。尖った角。はい。尖った角は、去年あたりは正三角形のものをよくやってたんですけど、ひし形の尖ったのを並べて、そこの上に描き始めたら非常に心地よかったので、それを継続してみようと思いました。心地よかったの前になぜひし形っていう形が出てきたんですか？ひし形は実はこれリサイクルなんですけど、キャプションがあるじゃないですか。題名の紙で手中をやるといつも余るので、それをカットして木でつないでやると鋭角のひし形ができる。でそれをある日画面にこうピッピッピッって貼り付けて、そこの上に絵を描いてみたら、この凸凹の中に絵の具が入り込んだり、出っ張ったところに絵の具がスパッと乗っかったりして、非常にそこの形が複雑な、なんて言ったらいいかな、複層的な空間が生まれたのかな。向こうにかけてあるちっちゃいのは、もしかしてそのキャプションをカットした、そんな今言ったシリーズ限定のそうね、それがそこの黄色いやつと、あと来週開会した時には持ってきて、外に飾ろうと思うんですけど、あのタイプのやつの原点の色で、それを今年は1年か半年で追いかけてみようっていうのが今回のテーマです。ということらしいんですけど、皆さん分かりましたでしょうか？じゃあね、結構ね、このチャンネル見てくれてる人って絵を始めたばかりの初心者の方が多いんですけど、まず抽象画って分からないよね、どう見ていいのか分からないとか、どう判断していいのか分からない、何が良くて何が悪いのか、その判断基準がないので自分は見ても悩むばっかりっていう、そういう人多いんですよ。で、こうやって抽象の作品を制作している田中さんは、その抽象作品っていうのは、その絵をまだこれから始めようという人ね、どんな風に見たらいいんでしょうか？僕もよく言われますね。わかんない。あと、僕に書けそう。僕に書けそう。この2つは、わかんないと書けそう。わかんないけど書けそうなんだ。なんでわかんないのに書けそうなんだ。だったら書いてごらん。それ別の人なのかな？わかんないっていう人と。同じ人がわかんないけど書けそう。って言われると、非常に複雑な気持ちになる。だったら書いてごらんっていいですね。ぐらいの感覚で抽象画を見てます。で、そんなに複雑に考えなくてよくて、複雑に考えない。なんだろうこれはって思ってくれた方がいいんです。でも、なんだろうってみんな思うよね。普通っていうか、初めて見るものに関しては。で、なんだろうって。で、なんだろうこれの後に、
じゃあ、あえてこの中でどれが作品が好きなのかっていう、好き嫌いもいいので、好き嫌いがある。いいので、どの作品が好きですかっていう話。だからこれが好きだ。なぜだろうって考えると、今度、なぜだろうっていうことの理由が、実は見てる人の中にあって、その人が、その作品と自己投影し合える何かを持っているんじゃないかなと思って、作品、抽象的な作品の、魅力っていうか、見方っていうのはそれの一つかな。そういう意味では、抽象的な表現でなくても、具象的な表現であっても、作者の何かその表現されたものが伝わってくるというか、なんかいいなって思うのは、抽象的だろうが、具象的だろうが、あまりそこには差はないような気もするんだけど、そう思いますね。だけど、抽象の場合は、拒絶反応する人っているじゃないですか。そういう人に向けて、何か、こういうふうに作品見るといいんじゃないのっていうアドバイスとかある。こういうふうに、今日飾ってある作品の中では、まだ公開してないんですけど、先ほど用意できた人がいて、この作品、私の大好きなお菓子みたいなって書いてありました。で、お菓子なのって、その味とか、その香りとか、食感とか、本当に似てるんですって30分ぐらい話してたんですけど、それは私は知らないんだけど、具象的なものだとちょっと感じられないと思うんですよね。抽象的な色が持っている、形が持っている、グラデーションが持っているとか、そういったものが、ちょっと彼女の中にそのお菓子を感じさせた。ということは、具体的に描かれたものよりも、抽象的に表現されたものの方が、見た本人のイメージを広げやすいというか、抽象的であるがゆえに、食感だったり、味覚だったり、そういう五感に訴える、自分の経験に照らし合わせて投影しやすい、そういう作品なんだと思いますね。そういう今、例を聞くと、例えば人形が描かれているとか、何が描かれているというと、やっぱりその意味っていう方に目がいっちゃうがちだけど、お菓子のような感じがするっていう、感じがするっていうのに、一人使っているのが抽象的な表現なのかな。それもあると思うけどね。だけど、分かったっていうことが一つのポイントになって、分かったっていうのは何が書いてあるかが分かった。このレベルで終わってしまうと、言語でしかない、言葉でしかなくなるので、造形物の空間の中でもっと視覚的な理解ができることがあるんじゃないかなと思います。見て分かる。で、見て分かるものっていうのは、共感とかシンパシーとか、そういったところでお互いにつなぎ合ってるんじゃないかなとは思いますね。抽象的なものはその言葉のなんていうんだろう、傘がないというか、枠がない、そういったものなんだろうと信じてやっているかもしれない。はい。では次の質問。なんで抽象画を描くんですか？ただそれは、非常に個人的なことだと思います。個人的な理由で。多分ね、私はどっちかって言われたら加藤君、理系なんですね。理系の人なんです。で、機械体操をやってた人なんです。体操やってた人なんです。なので、文学的なセンテンスとか、そういったものにほとんど興味を持たない。文系の頭じゃないっていうのと、あと、身体感覚なのかな。宙返りをして、鉄棒から宙返りで降りるとか、そういった感覚って、やっぱり自分の中に強く残って、多分身体感覚が基本ベースにある。で、絵を描いてる人の中で、そういうことを経験した人は少ない。それを表現するのに適した方法が、抽象形態の方法だと思っ
ってますね。ちなみにきっかけっていうか、例えば大学受験するときは武将を書いてたわけでしょ。どこでその武将から中将へその切り替わるきっかけみたいなのは何かあったんですか？切り替わるきっかけっていうのは、なんだろう。やっぱり周りが武将的な絵画を描いてて、武将が多い環境で、抽象絵画って誰も描いてなくて、でも、僕の描く絵は、非常に形が、こう、コントラストの強い軽快の方が前に出たので、なんだろう、これは、自分自身で、なんだろう、俺の作品の特徴はっていうのを、疑問を持った段階から、武将性の高いものを描くことが自分の作品じゃないなと思い始めた。結構早いんだね。それが大学3年くらい。でそこからよくキュビズムの作品に入って、要は連続性への問いかけっていうものから入り、で今度は逆に何か武将的なものがあると色と形で表現する邪魔になってきた。これは大学院卒業する頃、もうその頃に古典始めてたんですけど、古典で作品の一会場を埋めようと思った時に、今回のテーマは何とかですっていう、何とかが武将的な花ですとか、そういうものじゃなくなって、さっき鋭角ですって言ったけど、今回のテーマは例えば明るさですとか、今回のテーマは暗い色ですとか、そういうふうなテーマにぐーっと絞っていくと、武将的なものが介在しなくなるっていう感じで、ずっと抽象絵画の方に進んでいきた。さて、久しぶりの動画更新になりましたけれども、いかがだったでしょうか。今回は展覧会の飾り付けにお邪魔させていただいて撮影してきました。動画結構長くなりましたので、まだね、いくつか質問残りがあるんですよ。それ後日編集をしてアップしたいと思っています。今日のところはここまでで、ウニアトリエではオンライン絵画教室というのを展開しているんですが、このほど新たにパーソナルトレーニングコースというオンラインによる個別指導というコースを設定しました。詳しくは下の概要欄に貼っておきますので、気になった方はチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。